皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。日本人と接していて、意味はわかるのになぜそうなるのか理解できないと困ったことはありませんか？この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは、言葉や行動の背景にある日本人にとっての当たり前や価値観を皆さんと一緒に紐解いていきます。5分後のあなたは今より少し日本人の本音や文化、社会の空気が見えるようになっているはずです。今日は答え合わせをキーワードに日本人の心を覗いてみましょう。今日は俳句を学ぶ最大のメリットについて話したいと思っています。今まで俳句についていろいろ日本文化と絡めてお話をしてたんですが、日本文化のハイコンテクスト性や言わないこと、あと暗黙の了解みたいないろいろ土台を見てきましたね。俳句を学ぶ最大の理由は答え合わせができることだと私は思っています。俳句には作者の言葉であったり、専門家による解説が残されていることが多いんですよ。自分が感じたこと、想像したこと、読み取った背景とか文脈が本当に合っているのか、的外れではなかったのかを後から確認できるということですね。的外れは正解から遠く離れていることですね。ハイコンテクスト文化では、この自分の読み取りが合っているかを確認する機会っていうのは、実際の日常場面ではほとんどないんですよね。だからこそ答え合わせができる俳句は、とても貴重な学習材料になりますよね。普段の日本人との会話では、今の言い方ってどういう意味ですか？が、本音はどっちなんですか？とか、毎回聞くわけにはいかないですよね。相手も困ってしまうと思います。日本語の会話では言葉そのものよりも相手の気持ち、その場の空気、言ってない部分で意味を読み取る力が求められますよね。中級から上級の日本語を勉強している方がつまずくポイントは、一個ここがあるんじゃないかなって思ってるんですね。日本語は文法だけで戦う言葉、言語ではないですよね。それは多分皆さんの方が感じていると思います。必要なのは文脈を読む力と言外、言っていない部分にある意味をつかむ力ですよね。俳句はその練習ができるんですよね。たった17音ではありますが、情景と季節、感情、空気、すべて詰め込まれています。解説もあるので、解説を読むことで自分の読み取りが、合ってたっていう形で確認もできますよね。この合ってたっていう小さな成功体験は日本語で喋る上でおそらく大きな自信になるんじゃないかなと思います。日本語を自然に理解する力も育ててくれると思います。今日のまとめですが、俳句は解説による答え合わせができるという点で、他の学習にはない大きなメリットがあると私は思っています。言葉の裏にある意味を読む練習ができますし、日本語をもっと上手に話すために必要な文脈を読む力を鍛えることができますよね。私は俳句は日本語上級への近道だと思っています。皆さんは自分の文脈の読み取りを確認できるような練習、普段何かしていますか？もし何かあったら教えてください。では、今日は最後にお知らせがあります。日常会話の中で相手に対して今のどういう意味ですかって聞くのは勇気がいりますし、なかなか難しいですよね。さっきの日本人なんであんな顔したんだろうとか、この LINE の返信は本当はどういう意味になるんだろうとか、日本人とのコミュニケーションは悩む場面が多いと思います。私のレッスンでは皆さんが日常で感じるモヤモヤを一緒に答え合わせすることができます。
俳句と同じように会話の背景にある日本人の本音や空気を読み解く練習を私としませんか？自分の読み取り合ってたという体験を繰り返せば、日本人とのコミュニケーションもきっと怖くなくなると思います。慣れてくると、あうんの呼吸が分かってきて、パズルを解くような楽しさっていうのも感じることができるようになると思います。私はプレプリでレッスンをしています。概要欄にリンクを貼っているので、ぜひ体験レッスンを予約してください。皆さんと一緒に答え合わせができるの楽しみにしております。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。